はい、待ってたぜ。この時よ。これが盗聴。日常会話で盗聴を乱射してくる人、大体友達。意味わかんないでしょ。ということで私のところにもやってまいりました。こちら、タミヤポルシェ934 50周年記念モデル。50周年、心よりお喜び申し上げます。もう予約の時点で生産数が少ないとか、予定よりも入荷数が少ないっていう話があって、手に入るかヒヤヒヤしてたんですが、無事に来てくれました。マジ泣きそう。でね、今標準価格以上のお値段で出回っちゃってますが、また増産されるそうなので、ちょっとだけ待ってみてください。タミヤさん曰く、ご希望の全ての皆様にお届けできるよう努力しますとのことですのでね、焦らずどうか一つ。ということで今回はこちらのマシンを組んでいこうと思うのですが、時は1976年、タミヤ社初の RC カーとして世に解き放たれたのがこのポルシェ934ですね。そして元になっている車も1976年に930型の911ターボをベースに当時のグループ4規定に合わせたことで934と名付けられ登場したレーシングカーとなっております。タミヤ RC のシンボル的な存在としても有名なマシンで、これまでにもタムテックギアや30周年、45周年記念モデル、特別生産モデルとしてもタミヤさんからたびたび登場している特別な存在感のマシン。そしてボディだけでなく、実車のレイアウトや足回りの構造もリスペクトし、完全新設計のシャーシとともに発表され、まさに記念すべき50周年にふさわしいやり方で登場したのがこちらのキットになっております。もうね、財布がやばい。でもね、これ式で私は止まらんのよ。もう本当にポルシェファンとしてもタミヤファンとしてもこれは見逃せない一台ですよね。この934の実車もなかなか興味深いマシンで、機械式のジェトロニックとか空冷エンジンに水冷インタークーラーっていう今では見かけない仕様が盛りだくさんでですね、まあいいや、開けていこう。では行く。バカめっちゃじゃんわいい。シリアルは9616番。黒色。まあいいや、出していこう。まずね、メタルのシリアルプレート。めっちゃかっこいい。チカチカ。で、樹脂パーツを今回は袋から出した状態でお見せしていきましょう。まずはすぐ触れるところで B パーツ。本当はこう繋がってたんでしょうね。ボディマウントとアンダーガード。シャーシの補強装飾系のパーツですね。ちょっとグニャグニャしてる。次、ひとまとめになってるこれ、開けていきますね。D パーツ。ドアアームですね。TRF420 と同じ多分。E パーツ。リアアップライト。これも420っぽいね。C パーツ。フロントアップライト。これも420だ。F パーツ。キャスターブロック。420だね。すげえ。足回り TRF。Y パーツ。スイングシャフトキャップですね。デフのカップがね、削りにくくなるやつ。GV パーツ。デフと中のギア。これ多分 TB04 系のデフですかね。なので TC01 のデフとかと一緒ですね。で、V パーツが4枚。これはダンパー関連ですね。N パーツ。これ、サスマウントですね。Q パーツ。おなじみ、ハイトルクサーブセーバー。そしてなんと、Z パーツが2つ。シールドがないドライバーさんと、シールド閉じてるドライバーさん。これはちょっと私的に嬉しいかも。そして、ホイールのディスク。この往年の BBS 感がいいですよね。これで今の袋はおしまい。これだけで結構お腹膨れてきたな。で、ちょっと箱の奥から出てきた A パーツ。デフケースとダンパーマウント。サーボステーもあるね。あとこれ、謎のフレーム。T パーツ。リアのトレーリングアームだね。ってことはさっきの TRF のロアームはリアは使わないよね。そうだよね。この辺はなんだろう。まあいいや。これでランナーについてるシャーシ系の樹脂パーツは以上ですね。で、次にメインシャーシです。この見たことない形ですよ。後ろのギアボックスのブラケット周りも一体だったんですね。ちょっとパワーソースやりすぎると危ないかも。でね、この裏面にもタミヤさんのこだわりがあって、実車のフロアみたいな形をね、ここにつけてるんですよ。すごいよね、このこだわり。では次にこのずっしりしたパーツバッグ類開けていきましょう。パーツバッグは組み立て順に A、B、C、D、E の5袋。それぞれ軽く見ていきましょう。まず A はフロント周りっぽいですね。ベアリングとかスタビとか工具も入ってる。B が駆動系ですね。かっこいいパーツたくさん入ってるよ。開けるの楽しみ。C が駆動系の続きとリアの足回りかな。このモーターマウント超かっこいいですよ。D がダンパーですね。これまたかっちょいいアルミダンパーついてますよ。E がホイールベース変更する時用のパーツかな。で、もう一袋。これがボディ周りですね。あとはウレタンバンパー。これで金属パーツ類は以上。で、箱の残りはタイヤ、ホイール、めっちゃチカチカしてるね。それからボ
ボディパーツ。最初から樹脂に色がついてるんですね。ライト関係もチカチカパーツになっております。で、好きな方多いですよね。こういうの。コックピット。頑張って塗ろうかな。そして、アンテナ棒。で、ボディ。めっちゃかっこいいな。どっから見てもマジかっこいい。いやー、これは時間かかるよ。で、最後に説明書と海外のコーションのやつとステッカー。ステッカーがね、結構多いね。で、説明書がすんごい分厚くてずっしりしてる。で、組み立て工程はシャーシの組み立てまでで42工程。いやー、これは腕が鳴りますね。それではタミヤ RC50 周年をお祝いしていただきます。で、このマシンは全部マシンスクリューなので、タップを立てながらやっていきますよ。はい、これでフロントのロアアームがつきました。まだ本当に序盤も序盤。で、このキットなんですけど、例えば、この最初のピロボール、他にも似たような長さのピロが入ってたりとか、あとスペーサーですね。0.5mm スペーサーとか、0.7mm スペーサーとか出てくるんですよ。なので、部品の確認のためにも、ノギスがあった方がいいかなと思いますね。で、ここから 0.1mm シムが出てくるんですけど、パーツバッグのどこ見てもないじゃんって思ってたら、このベアリングのところにちょうど上に重なって紛れてました。なのでパーツを探す時に各袋をしっかり見ながらちゃんと合ってるかっていうのを確認しつつ慎重に組んだ方が良さそうですね。はい、やっていこう。はい、一旦ここまでできました。で、ここで気をつけていただきたいのが、この F1、F2 のパーツ、キャスターブロック、いわゆる C ハブですね。車を前から見た時に4って数字が見えるようになってないと、キャスター角が前傾になっちゃうので、取り付ける時に確認してから付けていただいた方が良いかと思います。では続きやっていこう。
これでフロント周りができましたね。すでにかっこいい。で、ここからパーツバック B の工程、デフですね。駆動系に入っていきます。やっていくよ。これ霜入れちゃって良さそうだな。わあ、はい、デフケースができましたね。この派手じゃないゴールドのパーツがめっちゃかっこいいの。で、こっからパーツバック C の工程、駆動系の搭載とレアの足回りですね。やっていこう。ではここでモーターが出てきますね。説明書にはブラシレスモーターって書いてあるんですけど、この家に余ってたノーマルモーター使うのかなと思ってこれ試してみます。やっていこう。
はい、とりあえず今のところノーマルモーターでも大丈夫そうで、ここでマグネット式のボディマウントの選択もできるようになってます。私は一旦このままでいって最後に決めようと思います。いや、これすんごいかっこいいですよ。ということで続きやっていくよ。はい、だいぶ形になってきましたね。すんごいリアヘビー。ということでここからバック D の工程、ダンパーの組み立てからタイヤの取り付けまでですかね。やっていこう。
ではここからメカ乗せですね。今回モーターが仮なので ESC はまた今度乗っけようということで、サーボだけでもつけていきましょうかね。今回はこちらです。サボックス SB2263MG。こちらはですね、ブラシレスサーボになりますね。普段使ってる1251よりもさらに速い。あとブラシレスなので感覚的には入力時の保持力もちょっと強くなる感じですかね。ということでこちらつけていくよ。はい、できました。こいつはすげえぞ。ボディはやっぱりゆっくりと美しく仕上げたいので、ひとまずカットだけでどうか一つ。マジでもう何なんだろうね。なんこれ。アルミ少ない割に高いなとかね、思っちゃってた数ヶ月前の自分に怒りが込み上げてきちゃうね。ハイエンド譲りのフロントの足回りと、ポルシェリスペクトの斬新なリア回り。ちょっと不思議な見た目なんですけど、眺めてるとどんどん魅了される、そんな存在感なんですよね。特にこのリアのトレーリングアームがね、たまらんね。皆さんも普段からこのサスをグニョグニョするこの儀式怠らないと思うんですけど、こいつはまた一グニョごとの味わいが格別ですね。でね、またこの樹脂がね、配合の具合によってこうなったんだと思うんですけど、フォージドカーボンみたいな見た目で、さらにこの美しい形状と相まってこの感動を表現する言葉を私は知らない。いや、これはかっこいいって。でね、注意点としては組み立てながらお話しした部分ではあるんですけど、とにかく小さい部品の付け間違いですね。シムとかワッシャーとか、長さが微妙に違うビスとかですね。デフを収めてるケースとかは、特にビスの長さ間違えると樹脂をぶち抜いてしまいそうな箇所もあったので、焦らずにしっかりと部品を確認しながら組んでいただきたいなと思いますね。あとは、ボールエンドのパッチンする方向に指定があるので、そこも必ず確認しながら組みましょう。あとはどうだろう。樹脂がちょっと硬めではあるものの、タップがないと組めないっていうほどの硬さではないので、ビスにグリスを塗りながら組めばそのままでもいけそうな感じはしましたね。でもやっぱタップだった方が組みやすいと思います。最後にモーターですね。パッケージには540タイプモーター別売りって書いてあって、説明書の方にはブラシレスモーター別売りって書いてあったので、ブラシモーターダメなのかっていう疑問を解消するために一旦ノーマルモーターで組んでみたんですけど、全然いけますね。
MSC の配線の長さだけ気をつけていただいた方がいいかなと思います。っていうくらいで、基本的にはタミヤさんらしく樹脂同士の環合も心地よく組み立てやすいキットでございました。マジかっこいいな。で、今回タミヤさんでは初なんじゃないかな、ステルスマウントが付属してるんですよね。これボディポスト見えてないでしょ。ただこれがちょっと面白くて、シャーシ側はよくあるマグネットマウントで、ボディ側がね、樹脂パーツにピロナットをつけるっていう。確かにこれなら角度調整が必要ない。で、一応ディスプレイ用って書いてあるんですけど、結構しっかりひっつくんですよね。さすがタミヤさんというか、既存のものでも発想を変えてくるってすごいですよね。いやー、大変楽しく組ませていただきました。ごちそうさまでした。私もラジコン始めてこれで6年くらいだったのかな。そんな中でこのタミヤ RC50 周年っていうタイミングもラジコンに触れていられることがとっても嬉しく思います。始めた頃にはまだ934のブラックエディションが店頭に並んでて、買っとけばよかったなーって後悔してる部分もあって、今回ですね、シャーシは違えども934を手に入れることができてマジで満足です。あとはゆっくりと塗装を楽しませていただきながら、モーターもね、今回はブラシモーター乗るよねっていう確認で一旦乗せてみただけなので、パワーソースもこだわりたいところですね。ということで、また改めて本当の完成までじっくりしっかり楽しませていただこうと思います。それでは今回はここまで。あざした、終わりー。